食べ物まるっと研究所です。今回は味噌汁の体への影響についてお話しします。和食に欠かせない味噌汁。ほっと一息つける存在ですが、味噌汁は毎日を健康に過ごすための栄養素がたっぷり詰まっていて、いつもの食事に取り入れるだけで体に嬉しい効果が期待できます。ただ飲みすぎることによるデメリットもあるので、メリット、デメリットを理解した上で生活に取り入れていきたいですね。今日はそんな味噌汁について論文や専門機関の研究をもとに味噌汁で得られる健康効果、飲みすぎるデメリット、摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは味噌汁を毎日飲むとどうなるのか、味噌汁の健康効果からいってみましょう。味噌汁の健康効果一つ目はがんの予防です。ファーストフードなど欧米食が日本に普及してからがんの患者数が急増していることもあって和食の良さが再認識されていますよね。その和食の代表である味噌汁にはがんの予防効果が期待できます。その理由は味噌に含まれる酵素や酵母の働きで発がん性物質を無毒化する脂肪酸エチルという物質ができるからです。またこの脂肪酸エチルのほか、味噌の酵母や乳酸菌は腸内の善玉菌を増やして免疫力を高めるので、がんの予防にも一役買ってくれます。特に味噌汁は乳がんと胃がんの予防に効果的と言われています。国立がん研究センターの研究でも、日本人40歳から59歳の女性約2万人を10年間追跡調査した結果、味噌汁をほとんど飲まない人に比べて1日2杯飲む人は乳がんの発生率が 26% 減少、1日3杯以上飲む人は 40% 減少したと発表しています。ただ塩分の摂りすぎは胃がんや高血圧など他の生活習慣病の危険因子にもなるので、味噌汁だけでなく大豆製品をバランスよく摂ることが必要ということもアナウンスされています。他にも広島大学の研究者がラットを使った実験では、味噌の餌を食べさせると胃がんの発生率が低くなって、発生した場合でもがんが小さかったと発表しています。また味噌は肝腫瘍や大腸がんを抑制する可能性があるともしています。動画の後半には味噌汁の摂取目安量もお話ししますので、味噌汁を食事に取り入れるときは塩分を取りすぎないようにしてくださいね。味噌汁の健康効果2つ目は動脈硬化の予防です。味噌に含まれている大豆タンパク質やレシチン、サポニンは動脈硬化の原因になる血中の悪玉コレステロールを減らす作用が期待できます。東北大学の研究者の論文でも、低濃度の味噌食より高濃度のものを与えたマウスの方が総コレステロール量が優位に低い値となったと発表しています。他に血液の中で悪玉コレステロールが酸化すると動脈硬化の原因の一つになりますが、味噌に含まれるポリフェノールはこの酸化を防ぐ働きを持っているんですね。特に熟成された味噌の効果が高いという研究結果もあります。味噌汁の健康効果3つ目は肝臓の働きを高めるです。元気に生き生きと毎日を送るためには肝臓の健康を保つことが大切です。肝臓が疲労していくとなんだか疲れが取れない、食欲が出ないなど様々な体の不調が出てくることがあるからです。そんな肝臓の働きを味噌汁に含まれるリシチンが高めてくれる可能性があります。リシチンは肝臓の脂肪の代謝を促進してくれるので脂肪肝を改善したり、肝臓細胞を活性化して肝機能を保護する力を持っているんですね。福島県立医科大学が行ったマウスの実験でも、味噌または発酵前の味噌を加えた餌を20週間摂取させると、脂肪肝の進行が抑制されたと発表しています。味噌汁の健康効果4つ目は腸内環境を整えて免疫力アップです。味噌には生きて腸に届く植物性乳酸菌や麹菌、酵母菌が豊富に含まれていて、これらが腸内環境を整えてくれます。また味噌には腸内の善玉菌の餌になる食物繊維も含まれているので、これらの効果が合わさって腸内の健康をサポートしてくれるんですね。免疫細胞の約7割が存在する腸内の環境が整うことで、免疫力アップが期待できます。味噌汁の健康効果5つ目は美肌を作るサポートです。味噌には美肌作りには欠かせない
必須アミノ酸が豊富に含まれています。これらのアミノ酸は肌の潤いや張りを保つために大切なコラーゲンを生成するのに役立つんですね。また味噌にはリノール酸という不飽和脂肪酸が含まれていて、このリノール酸がシミやそばかすの原因になるメラニンの合成を抑えてくれることも、味噌汁が美肌作りをサポートしてくれる理由の一つです。日本製粉と農林水産省食品総合研究所の研究者の論文でも、マウスの細胞にリノール酸を添加すると、細胞のメラニン生成が2割程度まで抑制されたと発表しています。味噌汁の健康効果6つ目はアンチエイジングです。味噌には老化の原因になる活性酸素を除去する働きを持つビタミン E やサポニン、イソフラボンが含まれています。これらの抗酸化物質は体の酸化を抑えてくれるので、がんや生活習慣病、老化につながる要因を減らしてくれるんです。杉山女学園大学の教授たちの研究でも、大豆で作った豆味噌は、米や麦が原料の味噌に比べて強い抗酸化力を示したという結果を発表しています。手軽に食べられる味噌汁でアンチエイジングができるのは嬉しいですね。味噌汁の健康効果7つ目はダイエットをサポートです。味噌汁を毎日の食卓に加えるとダイエットをサポートしてくれる可能性があります。その理由は、味噌には脂肪の蓄積を抑える効果がある乳酸菌や筋肉を作るために必要なアミノ酸が含まれているからです。また味噌汁を飲むと満腹感が得られるので、食べ過ぎ防止効果で肥満を予防してくれます。いつもの食事にちょっともう一品食べたいなという時に、低カロリーな野菜を入れた味噌汁を飲むとダイエット効果が期待できますね。味噌汁の健康効果8つ目は睡眠を改善です。食事の時に温かい味噌汁を飲むとほっと一息つけるような感じがしますよね。心も体も安らぎます。そんな味噌汁には睡眠改善効果が期待できます。味噌汁にはトリプトファンというアミノ酸が含まれていて、このトリプトファンは良質な睡眠をサポートするセロトニンの材料になります。またセロトニンは心と体を安定させて幸せを感じやすくする働きを持つことも知られています。味噌汁を飲むことで幸福感を感じながら過ごすことができ、夜は睡眠ホルモンの働きでぐっすり眠ることができるというわけです。睡眠が改善されることで疲労回復効果も期待できますね。味噌汁の健康効果9つ目は骨粗鬆症の予防です。骨が一番健康なのは20歳代で、その後は年齢とともに徐々に骨密度が低下していきます。特に女性は閉経期を境に骨密度が低下していく傾向にありますよね。そんな骨密度低下を味噌汁が予防してくれる可能性があります。味噌には骨の健康維持に必要なカルシウムが含まれていることや、骨からカルシウムが溶け出すのを抑えるイソフラボンが含まれていることがその理由と考えられているんですね。近畿大学の研究では、1日味噌汁1杯、味噌約 14g というような少量であっても、長期間続けて摂れば骨代謝改善効果や骨粗鬆症の予防効果が期待できると示していて、特に大豆を原料とした豆味噌が骨粗鬆症には効果的としています。ただ、味噌汁と骨粗鬆症の関係についてはまだ動物実験の段階です。今後の研究結果にも注目していきたいですね。このように味噌汁には様々な健康効果があります。毎日飲むことでその健康効果も高くなります。でも飲みすぎには注意が必要です。そんな味噌汁を飲みすぎた場合のデメリットは塩分の摂りすぎです。味噌汁の塩分量は使う味噌によっても変わってきますが、味噌汁1杯に使う味噌は一般的に大さじ1杯 18g、塩分量は 2g 前後です。1日3杯飲んだとすると合計 6g ほどになるので、他の食事でも塩分を摂ることを考えると塩分を摂りすぎになってしまいます。それでは味噌汁の適正量はどのくらいなのか。厚生労働省の食事摂取基準では、1日あたりの食塩は成人男性で 7.5g 未満、女性で 6.5g 未満として摂取量の減少を目指すとしています。味噌汁1杯の塩分量は 2g 前後なので、他の食事でも塩分を摂取することを考えると、毎食味噌汁を飲むと塩分を摂りすぎてしまう可能性があります。塩分を考えるのであれば、
基本的には1日1杯として、2杯以上飲む場合は他の食事の塩分を調整していくことが大切ですね。減塩の味噌汁もうまく活用していくといいです。次に味噌汁の飲み方の注意点をお話しします。飲み方の注意点1つ目は顆粒だしに注意です。毎日の味噌汁作り、昆布や鰹節などから出汁を取った方が美味しいのは分かっていても、ちょっと面倒というのが本音です。そこで使うのが市販の顆粒だしです。ただこの顆粒だし、塩分が含まれているので使い方には注意が必要です。商品によって塩分量は変わってきますが、一般的に味噌汁1杯分 1g あたり、食塩相当量 0.2 から 0.4g 程度含まれています。味噌汁を作るための味噌にも塩分が含まれているので、顆粒だしと合わせるとさらに塩分量が増えてしまいます。塩分無添加の顆粒だしを使用する、少しでも塩分の少ないものを使用するなどを工夫することが大切ですね。飲み方の注意点2つ目は沸騰させないです。味噌は大豆を発酵させて作る発酵食品ですが、発酵の過程で作り出されるアミノ酸やビタミンが味噌の風味の元になっています。ただ一部の成分は熱に弱くて加熱に耐えられずに壊れてしまうんですね。なので沸騰させてしまうと味のバランスが崩れたり香りが飛んで美味しくなくなってしまうことがあります。まずは出汁で具材をしっかり煮て、味噌を入れる前に一度火を止めるのがポイントです。味噌をゆっくり溶かし終わったら再加熱。沸騰直前で火を止めます。これで美味しいお味噌汁の出来上がりです。次に味噌汁と相性のいい食材をお話しします。基本的に味噌汁には何を入れても OK です。冷蔵庫の残り物の野菜、ちょっと余ったお肉やお魚、具沢山の味噌汁にすればそれだけで栄養バランスの整った立派なおかずになるのも嬉しいです。ここではよくある組み合わせについての健康効果をお話ししていきます。味噌汁と相性の良い食材1つ目は豆腐です。豆腐の味噌汁、定番ですよね。味噌汁にはタンパク質を含む具材がよく合います。その中でも豆腐は手軽で、しかも良質なタンパク質を含む食材です。そして味噌も豆腐も同じ大豆製品です。ということはどちらにもイソフラボンが含まれています。イソフラボンは老化や様々な疾患の原因になる酸化を抑えてくれる効果や美肌効果が期待できるので、味噌と豆腐の相乗効果でより健康効果がアップします。味噌汁と相性の良い食材2つ目はわかめです。わかめの味噌汁、こちらも定番ですね。わかめには塩分を排出する効果のあるカリウムが豊富に含まれているので、味噌汁の塩分が気になるという人はわかめを使うといいです。ただ乾燥わかめの中には塩分が高いものがあるので注意が必要です。味噌汁と相性の良い食材3つ目はしじみです。二日酔いにはしじみの味噌汁がいいなんてよく聞きますよね。しじみにはタウリンやオルニチンという肝臓の働きを助ける成分が豊富に含まれていて、肝臓が元気になることでアルコールの分解が促進されて二日酔いに効くんですね。またしじみには二日酔いだけでなく疲労回復効果も期待できるので、疲れた時にはしじみの味噌汁を飲むのがおすすめです。味噌汁と相性の良い食材4つ目は根菜類です。味噌汁に入れる根菜といえば大根や人参、カブなんかが定番ですね。あとはごぼうもおすすめです。これらの野菜は食物繊維が豊富で、たくさん噛むことで満足感も得られますし、食物繊維の効果で便秘解消、腸内環境を整えることができます。いろいろな野菜を摂りたいと思っていても、それぞれ調理するのは手間がかかりますが、根菜の味噌汁であれば手軽に様々な野菜を食べることができますね。今回は味噌汁の健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい味噌汁を適切な量を飲んで健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。